雑談です。高蘭系です。ハラセンということで始まりましたハラセンラジオ。陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、そして言っちゃいけないことなんかを話しております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、今ね本当に隣の空き地というか家が建ちまして、都合4軒ぐらい建ってるのかな、3軒4軒ぐらい建ちまして、やっと最後の1軒の足場の解体をしてるんでうるさくてしょうがないですけど、まあそんなことはいいとして、昨日は何をしてたかと言いますと、昼間というか朝起きて異常な腹痛というかね、腹痛に見舞われまして、これはやばいなと思って、でもう下痢とかじゃなくてトイレも全然したくならないとか、トイレじゃない、この腹痛は何だったか、腰が異常に痛くて、これはまたやっちゃったかなと思って、低周波治療器をずっと当ててたら、もうそれだけで良くなりましたんで、良かったですけど、これちょっとまたやばいです。腰ね、一回僕もやらかして、一回どころじゃないかな、やらかしてるんでね、これ嫌だなぁと思っておりましたけども、そんな感じで昼間本当に寝込んじゃって全然作業が進まなかったんですけど、そのしおんさんの回ね、朝やんのあれをちょっとダイジェスト編集してまして、ですごくいい感じに3時間ぐらいやったんですけど、それ12分3分ぐらいにギュッとしてますけど、すべてのところをね、なかなか面白い。今日の夕方6時に水道橋博士さんのチャンネルの方で上がりますので、それぜひご覧になっていただけたら、前編をね通してみたら、すごい、本当にすごい映画制作とかに携わりたいとか、ものづくりとか、番組とかね、そんなんでもいいですけど、俳優になりたいとかいう方はぜひご覧になると本当にためになるというか、感じの話がたくさんされてますんでね、前編見るんだったらまだね配信間に合いますんで、ぜひ配信チケット買ってご覧になっていただければなと思っております。そんなことしてまして、で夜中にエンジンがかかっちゃいましてね、ずっとかけなかったりとかね、仕事でやんなくちゃいけない映画全くかけなくて、こう進まなかったんですけど、できる作業から進めてたら進みまして、それでエンジンがかかっちゃって、朝4時ぐらいまで絵を描いておりましたね。こんなことやっておりましたが、で見ましたですわ。アナザースカイね、ロッチの中岡さんがのアナザースカイだったんですけども、場所は豊田市ってことで、5年間トヨタの工場で働いてたっつって、僕も市町村合併して豊田市になったんですけども、だから今出身って言われると豊田市になっちゃうんですけども、地元というかね、よく知ってるところだったんで、とか思いながら、でまたロッチの中岡さんって、僕髪の毛伸ばしてた時もうめちゃくちゃ似てて、親にも言われるぐらいよく似てたんですよね。でNSC で言うたら後輩じゃないですか。なんで知らない中というか、僕は一方的に知ってるだけで、向こうは全く知らないかもしれないですけど、全く知らないってことはないのかな。なんであれですけど、そうなの、トヨタにおったんだと思ってそれ見てたら、高蘭系っていうね、厳密に言うというか、そこも本当に市町村合併で豊田市になったんですけど、もともと東鴨郡といってね、本当に僕の出身地のところの隣町ですわ。本当に高蘭系っていうのがありまして、昔はねそこに高蘭系ヘビセンターといってね世界中のヘビを集めて、でコブラ対マングースとかねやってるような
とでっかいニシキヘビを首に巻いて写真が撮れるみたいな、そういうテーマパーク、今でいうテーマパークなんですけど、まあ本当にヘビを集めた博物館、動物園とかねありまして、子供ながらによく行きました。ほんでなんかね、コブラ対マングース、昔ね、なんかワシントン、ウィキペディアを見るとワシントン条約の影響でヘビが珍しいヘビが輸入できなくなったりとか、あとコブラ対マングースが愛護団体系からね、まあ、いわゆるそういう動物の愛護団体系からそういう見せ物は良くないんだろうってんでできなくなっちゃってとか、僕まだヘビセンターあった後半はね、形だけですよ。いや、なんかやってたような記憶がありますね。あれ違うかな、沖縄でそれ見たのかな、なんかまあ、あって、あと水曜スペシャルで川口探検隊もね、来てましたよ、ヘビセンターに。そんな思い出があって、あと、その高欄系にね、アイススケート場がありまして、子供の頃はよく連れられて行っておりましたね、高欄系のスケートセンターに。で、あとはね、秋になったらもみじ狩りをするって言って、親と行ってね、見ておりましたけど、懐かしいな。本当に映った瞬間ね、これ高欄系だろうと思って、本当にすぐ分かるぐらいね、本当に狭いとこなんで、よくあんなとこに行ったなって。豊田市でしょ。だからね、電車の便が悪いというか、電車がほぼないんですよね。車社会なんで、高欄系行こうと思ったら、電車今はあんのかな、よくわかんないですけど、そんなところですよ。で、まあトヨタで働いてたっつって、で、まあもともと NSC でね、ダメだって、サンジってトリオだったんで、僕サンジ知ってるんで、どっかでね、すれ違ってはいるんでしょうけどね、当時も。だからサンジって、あれ、ベース吉本の前、いや、ギリギリ2丁目劇場だったんじゃないかな。どうだろう。でもあの辺ですよ。立つか立たないか、ベース吉本に移るかどうかのぐらいの時だと思うんですけど、ね、懐かしいなと思って見ておりましたが、で、豊田市でしょ。で、思い出のファミレスだっつって、方南町のジョナサン、でネタを作ってたってやってたんですけど、で、僕もまた方南町の近くに住んでたんでね、ちらっと映ったあれ商店街ね、多分大田橋あれ違うかなと思って、あれこれどこなんだろうと思ったら方南町ね、ジョナサンって、またそこもよく行ってたとこなんでね、よく行ってたというか、あの辺住んでたんで、うわーと思って懐かしいなと思って見ておりましたけども、で、高欄系の話ばっかりになっちゃうんですけど、うるせえな、しかし、トンカンね、足場を解体してるんで、これ、待ってても終わんねえだろうと思ってね、今やってるんですけど、しょうがないですね。で、高欄系ね、高欄系というか、愛知県のヘビセンターでしょ。で、モンキーセンター、日本モンキーパークか。犬山にあるでしょ。だからそういうね、なんか一つの動物に特化したパーク作りがちっていうのはありますよね。他にも探したらあるんじゃないですか、愛知県に。なんでウサギだけのね、モルモットだけのとかさ、ありそうですよね。みたいなことを見て思っておりましたが、で、ね、ロッツのね、そのアナザースカイをね、見ておりまして、本当に懐かしいなと思って、ね、見ておりました。懐かしいな。よくね、ヘビセンターなんかね、あれですよ。アナザースカイの話じゃなくて、ヘビセンターの話になってますけど、本当に、ラジオ CM とかやってましたからね、ヘビセンター。ね、地元の CM で言うと、あれです、米表ですよね、本当に。いらんものは米表へ売ろうってやってましたからね、だから、いたずらなんかしようもんならね、親にお前、米表に売り飛ばすぞってよく言われてたもんですよ、っていうのを思い出した、アナザースカイでありました。TVer でね、見逃し配信は、高欄系の話しかしてなかったですけど、あとね、ウィキペディアでね、一応調べたんですよ。高欄系のヘビセンターっていつなくなっちゃったんだろうなと思ったら、93年だったかなに閉店してんすよ。だから、僕が大阪に出た直後にもう閉店してるんですよね。だから本当に
懐かしいなと思って、ヘビーセンターで、その辺、コーラン系ヘビーセンターのウィキペディアのページがもう薄すぎて内容がね、俺の方がよう知っとるわと思って、後でこう書き足しとこうが、ただね、出典元がないんだよね。俺の中の記憶でしかないから。だからそれ弱ったなと思いながら見ておりましたが、ぜひアナザースカイ、TVer で見逃し配信ありますんで、ご覧になってね。あとヘビーセンターは多分ググってもあんまり出てこないとは思うんですけどね。そんな感じで懐かしいなと思って見ておりましたと。コントヘビセンター。じゃあまあそうなるよね。そうなるの。だってヘビセンターの話しかしてないんだもんな。ほんと懐かしいな。よくあんなところ作ったよねっていうのもね、まあ時代なんでしょうけども、と思いながら、懐かしいなと思って、アナザースカイを見ておりました。ぜひ、こちらもね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。